さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。昨日浜湯居酒屋へ行って帰ってきましてですね、今日は台風明け一発目の漁です。で台風明けはですね、だいたいガラモだらけです。でももしかしたらカニが、新子のカニがうじゃうじゃ出てきてるかもしれません。過去にそういうパターンも何度もありました。なのでどちらにちょっとサイコロが転がるか分かりませんけど、ちょっとまだ時間早いですけど、これからちょっと着替えて段取りして、メンテナンスもありますのでメンテナンスして沖へ行ってみたいと思います。倉敷の兄貴一緒にやってます。台風明け最初の1番目です。ガラモだらけでしょうか、何がいるでしょうか。交互期待。意外にガラモはなさそうです。なんかやれそう。ガラモだらけでやれない年とかありますからね、台風後。これならやれるかもと思ったけど、小川かな。うわー、でもカニおるよかった。車エビが消えている。黒エビは見えてますけど車エビが消えてますね。一匹もいない。黒エビだけです、見えるのは。カニがおるから駅か。ちょっとウェバチェンジかな、これは。車エビが全く見えません。驚きだな。車エビ増えてるかと思ったら消えましたね。でね、カニも減っとるな。チヌは安定に1つ2つ、これで3つ目。チヌは安定、これはでもちょっとダメですね。やせやせや。チヌは安定に3ついてくれました。カニはそして2つ。でもこれはダメです。やわらオンであるとかおるんだな。黒エビはまだ多分下から出てくると思いますけど、車エビがちょっといないのはちょっとマジで痛いな。深いとこ行ったんかな。前回深いとこ何もいなかったんで。いや消えましたね、本当に消えた。キス教えてもらった料理をやりましょう。シャーシャも消えましたね。見えてるの見えたけど少ない。もっとうじゃうじゃいましたけど、どうしよう、困ったな。少し風が出てきましたが、台風後の為替ではなさそうなので、これぐらいならなんとかなりそうです。これ以上吹かないことを祈りましょう。さて2番目、ちょっとだけ深いとこ通しましたけど、本当に車エビにマジで追ってもらいたい。じゃないと厳しい量になりそうです。出場数が少ないんでチヌでも日当になると思いますけど。でもカニおった。やった、よかった。しかも中型、これはいい。車エビいませんね。これは本当に散ったな。黒エビは結構見えましたけど、本当に散っとるなこれ。恐ろしい。こんなに散る？こんなに散ります？本当に。こういう時一体どこに行ってるんでしょうね。どっかに行ってるはずなんだけど、どこに行っとるのかわからない。カニがおるから日本にはなりそうですけど、このままでも誠におらんくなってますね。車エビ本当にゼロ、まさかのゼロ。カニがいますんで悪くはないですが、黒エビ。ただちょっと車エビ欲しいですね。ちょっと探してみましょうか、車エビどこにいるか。とりあえずちょっとだけ移動してみましたけど、どうでしょうか。ここはそんなに、なんてそんなエイのいるとこじゃないんですけどね。エイまで移動しとんじゃな、これ。これはもう間違いなくエイまで移動しとりますね。やりますよ、教えてくださった料理。カニ俺、カニ俺。あった。ビーンでもちっちゃい。オンがやわら珍しいな。せっかくいてもこれではダメです。ちょっとうろうろしてみましょう。ちょっとうろうろしたら小貝が怖いなと思ったんですが、沖側に来てます。でやっちゃってます。やっぱりか。いや、いないからといってうろうろできないんですよね。怖い怖い。参った。仕方ありませんね。おっと車か。車を小川の中におるんか、もしかして。嘘でしょ、それはやめて。やっぱり小川の中に逃げとんかな。カニ来ました。2つおりましたね。小川の中に来とんかな。恐ろしいな。でもそれはいる場所が分かってもこれじゃやれないじゃないですか。
けでも偉いやん、腰が。黒エビか。あとはチノスか。お、カニおった。いいなぁ。チノはかけた。おお、カニカニカニ結構大きい。そして車は全部で3本。3本のためにこんなとこやれませんね。じゃあそれだけでも10度の4本やったね。3本よりは4本の方がいいですよね。あ、これは黒エビですけど、黒エビがいたんで悪くないですが、こっちへ移動しましょう。さっきの網小川の中1本通しただけなんですよね。であれだけの車エビがいるんで4匹いましたんで、もう本当にあそこに寄ってるんでしょうね。流しく越えたらだいぶ入ると思うんですけど、完全に不可能ですね。小川を救ってないことを祈りましょう。ちょっとだけありますけど、これなら OK。 ちょっとだけ小川救ってるんで、やっぱ車エビ入ってますね。おっと、もしかして塩で出てきたのかな。でかっ、でかいでかい。作りますよ、教えていただいた料理。おー、ナイスカニさん、カニさん。おー、やった、大きいやつ。おっと、しかもこれは型もいい、色もいいし型もいい。やっぱ車おるな。車2つ、さらに全部で4ついました。じゃーん。悪くない悪くない。ここら辺をちょっと当分頑張りましょう。車がいないのはただ単に塩だったのでしょうか。さらに2匹出てきました、この下から。やったねー。ちょっとまっすぐ下へ行ってみましょうかね。エイを避けるために。ちょっと本当に風がわーい。なんで深いとこもエイ、マジで深いとこエイなんか。エイ深いとこに避難してるんでしょうね、これ。台風で泥が舞ったんで、エイは深いとこへ避難してたんでしょうね、これ。参ったな、もう。深いとこやったんか。通常浅いとこなんで、浅いとこで入ってるんかと思いましたけど、深いとこで入ってたらしいですね、これ。まあでも場所が分かってよかった。マジか、もうひどい。からいい網がありません。今日も大小川と格闘しております。そろそろここらで一発いい網が欲しい。やっぱりそうかい。おーっと、でも白こちやん。あ、でもまこちか。こんなとこ白こちが行くところじゃないんですけど。おお、車エビ出てきてる。あ、でも白こちですね。乗っとこうか。でも一応暴れすぎ、暴れすぎ。おいおい、いい網がありませんけど、あと数番でとりあえず帰りたいと思います。あ、でもカニ2つ出てきた。嬉しい。これは嬉しかった。ナイスナイスナイス。おお、逃げの声はしております。いかー。でも車もおるしカニもおるし。いやでも潮変わったら全然入りますね。入り全然違うし。よっこらせ、カニおれ、車エビおれ。おお、カニ。おお、潮変わったら入り出しましたけど、残念ながら潮が変わったら途端に帰る時間です。じゃあ次ラストもう一番頑張って帰りましょう。よっ、小川カニ。なんか上りになったら良くなったんですけど、でももう上りになったら帰らないといけない時間という悲しいかな。こっちにはもっといてちょうだい。後半もカニさんやっぱりこっちの方が入りですね。回ってますからね、ぐるぐる。いや、圧倒的に上りの方が良くなりましたが、もう帰らないといけません。せっかくカニが入りだしたんですけど、帰りますかね。今日もお疲れ様でした。
あっち側にも10匹ほどいます。チヌにベハモはこんな。今日はチヌ全部拾いました。いや出た。ーでっか。まあ撮影してない時に限ってこういうもんが落ちてきますね。そして撮影しなかったこういうもんが落ちてきた網は他のものも入っています。撮影してません。残念。台風明けなんでガラモだらけかと思ったんですけど、ガラモがなくてよかったです。よかったな、そりゃ。台風明けなんでカニが出てきてるかと思ってましたけど、ガラモはないのはいいがカニも少なかったです。車エビも少なかったです。うわ、ちっとったな。でもなんかな、やっぱり一番が短いんで、10分ぐらいで揚げとりますから、さすがに1日8時間半やったら、たまるのはたまっております。ただこの間ほど取れんかったなっていう感じですね。よいしょ。おったか。この間よりは少ないか。でもおるが。まあなんか1日はたまってるって感じだな。車と黒エビがこれと、よいしょ、これです。おお、2つも取れたか。そうね、まあまあ取れとんじゃけど、この間より少ないかなって感じだな。車も最後の辺になったらポロポロ入り出して、なんとかこの間と同じぐらい取れましたけど、じゃん、デカカロキス。お、まだおったんだな、まだ。おそらくこれでコメントしてくださった料理全部できると思うんですが、ちょっとやってみて、全部いっぺんにやってみて、食べてみましょう。ちょっと大変ですけど、あとカボスを手に入れないといけん。カボスって売るんかな。カボスがちょっと手に入らんかもしれんな。まあでもやってみましょう。カボスが手に入らんかもしれんけど。一番コメントの多かったキスの干物。透明度抜群、めちゃくちゃ綺麗です。今から焼きます。プッシュ。先ほど出来上がった綺麗な一夜干し、焼き上がりました。じゃじゃーん。なんじゃこりゃ。おい。ママさん。何ですかこれは。一夜干しを焼いたものです。あの綺麗な一夜干しがありがとうございます。ありがたくいただきたいと思います。まあこれはまたやり直します。で、教えてくださった料理全部コンプリートいたしました。ママさんお疲れ様でした。では教えてくださった料理、一口ビールを飲んでからいただきたいと思います。ではまずこれから梅肉あえです。ではいただきます。ハマる。優勝かも。もう一番最初に食べたいだけで、もう梅肉あえ、これはちょっと出せるんじゃないっていうか、出しとるだろうな、お店多分。美味しい。もし居酒屋するの出せるよこれ。うまい。うまい。でこちらは背越しのかぼす。背越しにしてかぼす醤油にした奥さんが大分の方ですと言われた方が教えてくださった料理です。で残念ながらかぼすがないのでですね、百貨店行ったけどかぼすありませんでした。岡山県百貨店で天満屋のなのでレモンでいただきたいと思います。レモン大好きすぎて、ちなみに家に植えております。ではいただきましょう。もうこれもちょっと見るからにも美味しいのがもう確定のような気が。こっちの方がキスの味がする。こっちはもうしそと梅の味だけど、これはもうほんとキスの味がする。こっちは湯引きで、こっちは生。こっち生だ。これも出せれるでお店で。みんなすごいな。うまい。かぼすやったらどうなんかちょっとやってみたくなるな、逆に。これだけ美味しいと。でこちらしそと梅肉で巻いてあげた分です。一口でいただきたいと思います。めっちゃうまっ。かなりうまいなこれ。これはでもちょっと超えとる気がする。俺なんか一線を超えとる。ちょっと美味しさが。めちゃめちゃ美味しい。甘みがある。甘みがある。これなんでこんな甘い。これチーズ入れとる。入れてない。チーズっぽい感じ、コクがあるし、ちょっともうなんかこう家庭のレベルをちょっと1個超えてる感じがします。これだけこれちょっとなんかランクがちょっと違うような感じが。でこれは焼いて南蛮漬け。まあこれ美味しいでしょうね。これも鉄板で、うちの母がよく愚痴でやってましたけど、愚痴とか味粉。どうですか。もちろんこの味はまあ想像つくと思います。皆さんも南蛮漬けですよ本当に。これ骨もいけるやん。全然骨ごといける。これでも割となんでいいわけです。しっかり焼けば骨までいける。もうこれだけで晩ご飯足るかも俺。他のもいらんかもしれないこれ。では次これは何ですか。じゃーん。ガーリック醤油マヨネーズ焼きです。すごいな。キスは1個分かったですな。ガーリックが効いて、ガーリックマヨネーズの味これ何料理になるんだよ。
和風ではないっぽい感じだな。でもそういうの入ってる。ご飯が欲しくなる感じですねこれ。美味しい。なんかでも美味しいな、ガーリック美味しい。ガーリック効いとる。うん腹にねちょっとたまる感じ。で今日の一番のメイン、一番コメントが多かった一夜干し、プロですなママさん。はあなたプロですね。い。やっぱ焼かないとね。はい。しっかり。焼けすぎだろ。焼けすぎだわ。硬い硬い。しわ。もう味もわからんわ。骨食っとる感じ。美味しい。骨せんべいや。これだけはやり直しますまた。教えてくださった皆さんありがとうございます。ありがとうございました。またいろいろ教えてください。よろしくお願いします。はい。